いつの間にか声優という感じになった。いつの間にか声優ですね。作品やキャラクターと真摯に向き合って誰よりも愛したい。もう20年以上中学3年生を担当しております。行けるうちは生涯現役でやりたいなとは自分の中では思ってるところなので、どうせ踏み出すならば後ろではなく前に。さあ今回はですね、もうちょっと子供の時からずっとお聞きしていたかっこいいこの方にお越しいただきました。早速お呼びしたいと思います。よろしくお願いします。声優の諏訪部純一と申します。よろしくお願いします。お願いします。諏訪部さんにお越しいただきました。お願いいたします。左耳がおかしくなりそうです今。とんでもないですよ。大変恐縮なんですけれども、タイトルコールご一緒してもよろしいでしょうか。いいですよ。うわー、やばい、これはお客たちに怒られてしまう。とんでもないです。はい。それでは参ります。はい、伊藤亮の声優一刀両断。やばい。ありがとうございます。諏訪部純一さんを目の前にして私が申し上げることではないかもしれないんですが、実は私本当にもう生まれた時から思ってますけど、アニメオタクでして、厳選に厳選を重ねた結果、ちょっとフリップにもう少しなんですけどまとめさせていただきまして、こちらになるんですがなるほど、テニスの王子様の跡部はもう20年以上中学3年生を担当しておりますが、いやーもうね、なんでしょう、今の女性がアニメのキャラクターにのめり込む、ムーブメントを作った一つのきっかけにもなるようなキャラクターだったのかなって勝手に思ってはいるんですけど。そうですね、ちょっと別に主人公でもないですし、その最強キャラとかでもないんですけれども、多くの皆さんに愛していただいたおかげでこの作品を飛び出して単体で企業コラボしたりとかすることが数々ありまして、ここまで大きくなるとは本当に正直最初に彼と関わった時には思わなかったですが、でも本当に皆さんに育てていただいたっていう意識がとっても大きいキャラクター人物ですね。未だに私も酔いしれておりますけれどありがとうございます。でも今もう話題の、少なも私諏訪部さんの SNS も拝見しているんですけれども、今ちょっと原作漫画もすごいことになってきていて、そうですね、そこに触れられる諏訪部さんとかも含めて、今も少なに対してどういう思いなのかなとかいろいろなものを勝手に思ってしまうんですが、とても楽しく演じているというと怒る方がいらっしゃるんですけどひどいことをいろいろする役なので、渋谷を滅ぼしましたし、渋谷が消えましたね、この間。そうなんですよ。でもとてもやりがいのある役ですね。そしてあと私中学生の時だったんですけど、黒子のバスケが、もうゲームもやりますし、そしてもう映画も見させていただいて、奇跡の世代がみんなで鏡含めて戦ったオールスターみたいな映画は本当に興奮しました。ガチ好きなんですね。すいません。いや、とっても僕も楽しく出演させていただいた作品で、自分的なこの年齢感というかキャリア感でいくと、もうこういうプレイヤーみたいなキャラはもうあんまないかなって思ってた時期に舞い込んできたというか、キャラクターだったので、なんかまた青春来たみたいな感じで自分の中で収録の現場もこれも本当なんか体育会系のノリというか部活のノリみたいな感じで男状態でしたけど、現場もなんかすごく盛り上がってましたね。ヒロアカの相沢も触れないといけないですよね、曲的にもね。すいません、これもだからちょうどやっぱ自分のキャリア的に先生とか、そういう師匠的なポジションとかに移行していった、このタイミングでこういう役やれたらっていうタイミングでやれた役なので、周りのその生徒の役やってるのはみんな後輩たちで、若い後輩たちで、これからっていう人たちで、それが今もうみんな業界代表するようなスターにみんななってるので、
それを僕は先生の目線でみんな大きくなったなみたいな感じで思ってますけどね。リアル先生としても声優の後輩の皆さんにもこうそうですね。店を配られて、あとはすみません、ちょっとジャンプ作品が並んだ中で、そうですね、やはり私はもうフェイトが大好きですので。ありがとうございます。もうだからもうお声を今日拝聴した瞬間にあーちゃーだってそうですね、腰抜かしそうになりましたね。これももう本当に多くの人に長年愛していただいている作品とキャラクターなので、言っていただけると嬉しいですね。いやもう愛しまくってます。特に男性から非常に愛されている、本当に役ですね。いやもうかっこいいですし、もうぴったりなお声だなっていう。ありがとうございます。お手並み拝見といこうか、キルヒアイス。私はこの先、流した血の量に値するだけの何かをやれるんだろうか。作品の見どころ、そしてご自身の中での感想を教えてください。なるほど。なかなかスケールの大きい作品なので見どころを一口で説明するのがこれ難しいんですけれども、なんて言うんでしょうね、いわゆるスペースオペラ、宇宙銀河を舞台にした作品なんですけれども、宇宙船同士の艦隊戦みたいなもの、これすごいCG などを駆使して、すごく美しく描かれてるんですけども、それと同様に人間の内面的なものも深く描かれている作品だったりするので、すごく重厚な作品ではあるので、難しいですね。とにかくね、一言で言うなら面白いです。そうですね、面白いです。ご自身の演じられているオーベルシュタインはどんなキャラクターでしょう。ジークフリード・キルヒアイス大佐ですな。そうですが、期間は？パウル・フォン・オーベルシュタイン大佐です。お初にお目にかかります。オーベルシュタインは銀河帝国側の中心人物であるラインハルト・フォン・ローエングラムという、天才がいるんですけども、彼の参謀役のようなポジションになっていく人物なんですけれども、ラインハルトという人物は貴族ではあるんですけれども、すごく不遇な部分もあったりとかして、社会を良くしようと清廉な人物ではあるわけなんですけども、彼のもとにやってくるこのオーベルシュタインは、目的のためならば手段を選ばないようなタイプのなんだったらダーティーな手も使ってでも目的を遂行するべきと、綺麗なところはあなたに、ダーティーは請け負いましょうみたいな部分があったりとかして、そういうリアリストなところが僕はすごく気に入っている部分ではあるんですけれども、クールな印象を私も持っているんですけれども、役作りはいかがされましたか？一人のやっぱり人間なので、彼の中の感情の表面的には出てこないその心の機微みたいなものも自分の中ではイメージしながら、なんか割と表面的には心がない人みたいに言われがちなキャラクターなんですけども、心を込めてやってます。諏訪部さん、声優を目指されるきっかけなどはあったんでしょうか？僕はもともとその声優志望ではなくて、もともと学生時代に自主制作で映画を撮ってたんですけれども、自分で脚本書いて監督してみたいな形が主だったんですけど、社会人になってからもその活動を続けていて、でただ実際自分で周りに上手にお芝居してくれる役者さんとかがあんまりいなくて。友達とか出てもらうような感じだと、もっとこういう演技してほしいんだよなっていう気持ちが自分の中にあって、で自分もそういうものをちょっとかじったら、なんていうんでしょう、演出の中にプラスになるものがあるんじゃないかなと思って、さらにやりながら養成所にちょっと通ってみて、としたらなんかトントン拍子にうまいこと言って事務所入れてくれるみたいな形になったんですが。ただもともと僕はそのナレーターというかナレーションとラジオ DJ というか、そういった部分の適性を認められて事務所に入りましたので。そうだったんですね。そうなんです。だからスタートはそういう仕事の方でやっぱり広がっていって、最初から声優ですって感じではなかったんですが、途中でやっぱりご縁があって、アニメーションのオーディションなんかも受けてみるかみたいな話もあったりとかして、やっていく中で、たまたまご縁があった作品があって、で、そこで
こうオーディションの話が来るようになったりとかして、いつの間にか声優という感じになったタイプですね。いつの間にか声優ですね。いつの間にか声優というまあ徐々にこう声優になっていったという意味では、最初の方とかこう演じる上では大変だった部分多かったんじゃないですか。そうですね。だから本格的にそのお芝居の勉強とかをそんなにしたわけではなかったりしますし、最初は正直言うと、アニメの現場ってそう何にも分からない、右も左も分からない状態で入っているので、どちらかといえばストレスの方が大きかったんですよね。それ以外で例えばナレーションとか、そっちの現場だと結構もうゴールデンタイムの番組とかレギュラーで持ってたりとか、番組も自分の持ってたりとか状況で、そこそここう自分のペースとか自由が利く感じでプレーできるようになっていたんですが、こっちではもう本当にもうボールすら蹴れないぐらいな状態っていうかなので、このギャップに自分の中でかなり苦しんだ時期もありましたけど、でもやればやるほど面白くなって楽しくなって、で周りがだんだんそうやって見えてくると、他の人の芝居も聞こえてくるように見えるようになってくると、これまたどんどん面白くなってきてって、で気がつけば今に至って四半世紀超える形でこの業界でお仕事させていただいてる感じですね。徐々にこう気づいていった声優の奥深さ、面白さというのはどんなところにありますか。見かけに縛られない形で、年齢も関係なければ、なんだったら人間じゃないものも演じたりとかできますし、自分のその体とこう身体と違ったこう存在を演じられるっていうのはすごく面白いですよね。あと今現状の状況ですと、日本のアニメーションって世界中の方が見てくださっているので、僕ら日本語という日本人しか基本的には使っていない言語を使って表現しているわけですけど、それを世界中の方が見て、何だったら覚えてくださったりとか、これってとってもすごいことだと思うので、だからやればやるほどナレーションでもそうなんですけど、日本語というもののこう大切さというか、アイデンティティみたいなものにもつながるというか、大切にしたいなと思う気持ちが強くなってきましたね。諏訪部さんがこう声優をされる上で大切にされていることは何ですか。作品やキャラクターと真摯に向き合って、愛情を注ぐべきだなと、誰よりも愛したいっていうのには思うようになりましたね。任せていただいたキャラクターを一個の存在として説得力あるものにしたいなっていう意識はすごく強くあるので、常にオーダーメイドというかワンオフで、なんか類型的に演じるようなことは絶対にしないようにしようっていうのは常々心がけてるところですね。私は本当に諏訪部さんのナレーションを拝聴する機会も本当に多くてですね、日本テレビさん系列だとね、いろいろありますけどね。ありがとうございます、お世話になっております、私もアナウンサーとしてナレーションする機会何回かあるんですけれども、ナレーションのコツといいますかどんなことを意識してナレーションされてますか。いや、コツがあれば僕もね、もっと勉強したいところなんですけど、何をおっしゃいますか。ナレーションであくまで僕の個人のイメージとしては、昨今バラエティとかで読み手の方のキャラクターとか色付けとかっていうものもあると思うんですけど、基本はやっぱりインフォメーションだと僕は思っていて、基本的には言葉きっちり聞こえないといけないなって、一言一句何言ったか今分かんなかったなっていうような感じではいけないかなとは思いますし、作品全体のその映像の空気を実は作っていたりもするので、だから先ほどちょっと言葉の話も出ましたけど、やっぱアクセントとかそういったものもことさらやっぱり気をつけるようには常に意識はしてますね。これはもう日本テレビアナウンス部で研修で使うべき言葉だなと。本当に声優人気が一つの文化としてすごい白熱というかことになってますけれども、諏訪部さん、この声優人気の現状はどのように感じていらっしゃいますか。いろんなところでフィーチャーされる機会は、特にここ数年
増えたなとは思いますけれども、本質的なことはあんまり実は変わってないのかなと、やっぱり作品ありきなところはあるのかなと思っていて、演者というスタンスからいくと素晴らしい作品が皆さんに愛していただけるような作品が出てこなければ、こういうものも続かないのかなとはやっぱり思ってしまうので、そっちの方のクリエイターの皆さんの今後に期待っていうのはもちろん大きくあるんですけれども、あと、今よく出てくると思うんですけどね、生成 AI のがその音声合成とかっていう技術とかもどんどん向上していって、今現状はまだ生でその演者が演じるのに追いつかないとは思うんですけれども、実際そのニュース報道のアナウンスメントなんかそういう AI で音声合成でやったりとかしているものがすでにあったりとかしますし、インフォメーションっていうことであればコンピューター使った方が絶対構わないですし、もう無限に息切れもしないですしね、そういったものにイニシアチブがあるっていうのはもちろん分かることですし、感情表現みたいなものっていうのも、今後より高度なものになってくればできなくはないとはもう間違いなく思うので、そういった時にこの仕事が果たして存在し続けられるのかなみたいなところは思ってる部分はありますよね。それを超える何かしか生の人間がやってるからこその良さっていうものをプレゼンテーションしていく必要性があるとは思いますし、それが何なのかっていうのを探っていくっていうのが、その今後の課題なのかなっていうふうにはやはり思いますけれども、いけるうちは生涯現役でやりたいなとは自分の中では思ってるところなので、やれるところまではやりたいなと、ニーズがある限りはって感じですね。最後になりますけれども、諏訪部さん、さまざまな若手の声優であったりいろいろな方と、アニメーターの方もそうですし、いろんな方と触れ合っていく中で、今夢を追いかける若者であったり人にアドバイスをするとしたらどんな声をかけますか？社会情勢的に夢を持ったり憧れを持ったりっていうのがなかなか若い人がそういうの成立しにくい時代かなとは思うんですけども、だからこそそういった明るい未来っていうものを自分の中でイメージとして描いて、それに向かって頑張るっていうようなことをすることで、今は絵空事かもしれないけれども、それがそうではなくて現実のものになるっていう可能性はやっぱ踏み出さなければ何も始まらないので、どうせ踏み出すならば後ろではなく前に、っていうふうに思って頑張っていただきたいなと思いますし、実際今僕はもう50代ですけども、大人として社会に生きてる人間として、そういう若い人たちがまさに夢憧れに向かって頑張れるようなそういう社会にしていかないといけないなって、なんか政治家みたいな話になっちゃいますけど、そういうことではなくて、でも小さいアクションでも何らかの形で、自分の働いている仕事している業界の中でも、そういう後輩たちに向けて何かできればいいな、しなきゃなっていう意識がすごく強くあるので、できるサポートはしたいなっていうふうに。わかりました。貴重なお話を伺いました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。